すごい気になってる靴がありまして、ちょっと見てもらってもいいですか、今。割と梱包ちゃんとしてますね。これ知ってます？あれですね。GU の今話題のリアルレザー3990円。ちょっと考えられないですよね。普段高い靴ばっかり取り扱ってるから、はい、そんなの見せたらちょっと怒り出すんじゃないかと思ったんですけど。ああ、いや、そんなことないですよ。たまたまそういう靴が来るだけで、基本的にね、靴は差別しないですね。まずもう特筆するのはこの金額でこのクオリティっていうのはちょっと考えられないですよね、本当に。ここから上の表側が革っていう牛革っていうのは、紛れもないリアルレザーなんで、一般的な老舗の革靴同じような作りがしてますよね。はい、で糊接着で止まってるので、いわゆるセメンテッド製法っていう製法なんですけど、そのセメンテッド製法ってやっぱ安いもの、安かろう悪かろうだと割とここに隙間が空いてたりとか、もうちょっとこうやってグッグって引っ張っただけでちょっとソールがこう動くんですよね、微妙に。それもほぼ見られないので、ほぼっていうか見られないので、靴ってやっぱ人間の他人の目に触れるのって割と長い距離で触れるんですよね。片方は立ってて、もう片方の靴側は地面にあるじゃないですか。だからこの距離でこの靴見せられたらちょっとわからないですよね。だからそれぐらいまとまってますよね。で、問題は裏ですね。裏でここから前がキャンバス地、これもよくあるんですよ。特にアメリカン系の靴はオールデンないし、レッドウィングとか、もうその辺のメジャーどころはだいたい土踏まずから前のライニング裏側はキャンバス地を使ってるので、そこまで一緒です。違うところっていうのは土踏まずから後ろのこのライニング部分は合皮を使ってるっていうのが、この部分は革じゃないですね。なるほど。次このソール側、このソールでさらに大幅なコストカットをしてるかなっていうのが見受けられますね。何よりもこう一体成形ソールって言って、その金型にこの合成ゴムの原料を流し込んで、型で作ってるソールなので、こういう分かれてるように見える部分もフェイクですね。サイドを見るとこういうふうに色分けをしていたりとか、境目をこう作っていたり、ここに凹凸を作っていたりとかで、部材がこう分かれているように見えるんですけど、実はこれ一体成形で、ここを見ると分かりますね。本当だ、分かれてない。そうなんです。あとこの縫い目もフェイクですね。これももともと金型にこういう縫い目の模様をつけていて、これって決して悪いことだけではなくて、こう一体成形なんで、いい点っていうのは長靴みたいな感じで水の侵入経路がないんですよ。だから多少道路が濡れてたりとか雨の日とかも全然 OK なんですよね。すごいいいと思います。左右をこのゴムバンドでこうつなげてる感じですね。ゴムで左右をつなげてる感じです。こういう感じで。売りやすいようにじゃないですか。こういう風に売り場にこうやって引っ掛けて、お客さんもこう取りやすい、レジまで持っていきやすいですよね。あとやっぱどうしても大量販店だと、これサイズ感が結構あるんですよ。多分売り場の現場の販売員に気を使ってだと思うんです。
いろんな靴見てきてますけど、こういう風にやってるのはもう GU さんだけですね。でもこういうのが重要なんでしょうね、多分。見習うべきというか、もう気遣いですよね。思いやりというか。自由の半分は優しさでできてるんですよ。いや、まさにそれですよね。本当、自由な半分は優しさですよね。ずっと CM 待ってます。あともう一個、このソールの模様気づいたんですけれど、イギリスの会社のこのダイナイトソールっていうのにすごく似てるんですよ。これ別名スタッドソールって言って、要は滑り止めソールっていう意味なんですけど、こういう模様にすることで滑りやすい床の部分でもこう地面に骨が食いついて滑りづらいようにっていうソールなんですよ。ここをねつるんってさせた方がより安く多分仕上げられるんですけど、こういうところにも気遣いがありますね。さすがです。この中敷きを先に取っちゃいますね。結構ガチガチについてますね。本当接着すごいですね。そうなんですよ。中底が持ってかれちゃってるんで、中敷きを取るのが一番大変かもしれない。ドライヤーみたいに見えるんですけど、これ熱風機って言ってヒートガンとも言うんですけど、これで熱を与えてちょっと取っていきます。結構大変ですね。結構糊りがすごいガチガチに止まってるんで、なかなか剥がすのに一苦労ですね。こういう感じですね。こう見てもらっても分かる通り厚みを作っていて、もうこうやってこうやると分かります？すごい。体重が乗っても、もう元に戻るスポンジ材なんで、この膨らみが戻るのが遅いのがいいんですよ。低反発のスポンジで、安いなっていうんですかね、よく僕たち白スポって呼ぶスカスカのスポンジあるんですよ。もうそういうのだと体重が乗るともうペチャってすぐぺっちゃんこになっちゃうんですけど、これちょっとワンランク高いスポンジだと思いますね。高密度で紙の中底っていうのは別に珍しくはないんですね。ただこの値段帯なんで紙でももっとペラペラな中底なのかなと思ったら、かなりしっかりしてる中底で、うちでもこれっていうのはその修理の部材でもともとこういうものが使われてるものに対して使う紙っていうのは持ってるんですよ。それと遜色ないものが入ってるんで、下手したらうちのその修理の部材のそのこの素材の板を仕入れた値段とこの靴の値段そんな変わらないかもしれないですね。それがもう使われちゃってるんで、すごいよなって思いますね、本当に。どんな値段でそういう料理集めてんだろうっていう。僕たちだって大問屋とかから仕入れてるんで、そんなにその一般の方が買うよりは安くもちろん仕入れられてるんですけど、これで3990円なのって思わせられますからね。さっきの紐がこの下に入ってますね。普通は中敷きの下かなと思いきや、中底の下で止めてるんで、すごい丈夫に入れ込んでるんですよね。いや、これ思ったんですけど、
日本って狭いじゃないですか、アパート、一人暮らしのアパートって。これに靴紐とか通して、ハンガーとかにかけて、こういっぱい保管できますよね。こう保管できるんで、すごいスペース有効利用できますよね。まあ、首からもヌンチャクみたいにもできますもんね。めちゃくちゃそれ気に入ってますね。これいいじゃんみたいな感じ。いや、これ僕すごい最高だと思うんですけどね。良くないですか？なんか旅行くときも首からぶら下げてリュック背負ってバックパッカーみたいに必要な時だけこう外して使えるんで、これ僕すごい便利だと思いますけど。そしたらこっちのヒートボックスをちょっと使っていくんで、このヒートボックスに靴を入れて、こういうふうにちょっとまずは温めて、このヒートボックスって本当これで火事になっちゃうぐらい強烈に強いので、こういう感じで。沈みますね。あ、いい感じですね。わかります？親指が重要なんですけど、親指を入れたとしても結構かかと部分がちょっと銀すりしすぎですよね。これはもうこのメーカーさんの削る人のさじ加減なんで、これがまあセメント製法がオールソールが回数が限られる言われるゆえんなんですけどね。まあこういう感じですよね。すごい強く止めてますよね。本当にこんだけヒートボックスに入れて10分15分入れて、それでこの大変さなんで、だセメント製法の中ではもう超がつくぐらい優秀な接着度合いですよね。これは強いですよね、本当に。びっくりですよね。ここまで強く止めてあるセメント製法って、なかなかないんじゃないですか。ホットナックの間に、ここにこういう感じで。これでこういう感じで。いや本当イタリアフランスのマッケン製法って言ってソールとこの中底をぶち抜いて縫う製法があるんですけど、大体そういった製法はこの中底が使われてるんですよ。でそういうのは5万から10万ぐらいやっぱ上代がするので、それに使われてる中底と大差ないですからね。だからこれだけで普通そんぐらいしちゃいますからね。3990円ぐらい。まあ真似できないですよね。いや、この値段帯で、この金額帯で、この中底とか、この糊接着の仕方は、だから正直、バラすまでは3990円なんで、シュッて取れるかなと思ってたんですよ。で、中底とかももっとペライ
ペラペラの、もっとなんか取ってつけたような安っちい、チャッチー中底を使ってるのかなと思ったら、まさかのちゃんとシャンク埋め込み式で、ここでばらせば見れますね。こういうおお、それがシャンク。これシャンクですね。これもね、ほんとチャッチのはほんとチャッチんですよ。これね、修理してる人間しかわかんないんですけど。例えばほんと安く上げるとこだと、このシャンクを省略したりするんですよ。ただこのシャンクがないと、ここでこのソールが割れて、このソールだけ落ちちゃうんですよね。まあそういうのも手を抜かず入れてますし、キャンバス地もペラペラじゃないんですよね、結構。割と質がいいですよね、本確かに結構しっかりしてる。当。そうなの。もう見ただけで多分一般の方でもわかると思うんですけど、向こう方が見えないじゃないですか。密度結構、高密度で編んでるんですよね。なんか厚みがある。そう、厚みある感じなんですよ。いや、すごいですよ。だって、この金額帯でやろうとしたら、普通、手間抑えるのが普通じゃないですか。ありえないですよね。3990円。なんか言い方がテレビショッピングみたいになってますけど。いや、ほんと、まあ、大きくなるはずだなって思いましたね。で、世の中大体安い靴って嘘でしょっていう、悪い方面での嘘でしょっていうのがあるんですけど、今回はもういい方向での嘘でしょっていうのが多かったですね。ここまでやってこの金額帯なのっていう、そりゃあそこまで大きくなるはずだなって思いますよね。いや、僕は一足持ってていいと思いますね。買おうと思いますよ。やっぱ水の侵入経路ないですし、のり接着でここまでしっかり止められてるんであれば、本当ちゃんとした靴を履かないといけないんだけど、大雨が降ってるとか、台風に見舞われちゃったとか、そういう時には最高じゃないですか。